9日間の女王事件。わずか16歳の少女が大人たちの政治的陰謀に利用され、望まない王冠を授けられた結果、処刑台に命を散らすことになった。500年近くにわたり語り継がれてきたジェーン・グレイの悲劇。そして彼女を処刑台に送ることになった黒幕として悪役の名を背負うことになったノーザンバーランド公ジョン・ダドリー。病床の少年王エドワード6世を操り、王位継承順位の書き換えを主導し、息子ギルフォードをジェーンと結婚させ、王位簒奪を計画したとされてきた。しかし近年の研究はこの事件の背後にいた信じられない黒幕の存在を暴き出した。一体誰が何のために王位継承順位の書き換えを行ったのか。なぜジェーンが選ばれたのか。そしてなぜジョン・ダドリーは全てを背負わされることになったのか。イングランド国王ヘンリー8世と彼の3番目の妻ジェーン・シーモアの間に生まれたエドワード。1547年、ヘンリーが亡くなったことで、わずか9歳でエドワード6世として即位しました。通説では、幼い頃から病弱であったかのように語られることもあるエドワードですが、1552年に天然痘で倒れるまでは、実は大変健康な少年であったと言われています。12歳の頃から年代記を書き始めるなど、大変優秀で、執筆は1552年11月まで続きました。また、非常に急進的なプロテスタントであったとされ、姉のメアリーとはたびたび信仰において対立することになります。そんなエドワードの治世では、イングランドのプロテスタント化が急速に推し進められていきました。はじめは、叔父であるサマセット公エドワード・シーモアが護国教として権力を握りましたが、1549年、祈祷書統一に端を欲した祈祷書反乱、貴族たちの囲い込み政策に対するケットの反乱が立て続けに発生。サマセット公は反乱の対処を見誤り、貴族たちの信任を失ってしまいます。そして代わりに台頭するようになったのが、反乱鎮圧の立役者でもあったジョン・ダドリーでした。ジョンの父エドマンドはヘンリー7世の側近として財政を担う存在でした。しかし財政再建のため強引な徴税を行ったことで民衆からの評判を落としてしまいます。そしてヘンリー7世が亡くなり、次期国王としてヘンリー8世が即位すると、前政権のスケープゴートとして反逆罪の罪を着せられ処刑されてしまったのです。こうして幼いジョンは父を失い、反逆者の息子として生きていくことを余儀なくされました。その後のジョンは7歳でヘンリー8世の武器庫管理長であったサー・エドワード・ギルフォードのもとに引き取られ、彼の娘ジェーンと結婚し、なんと13人もの子を設けることになります。1523年にはサフォーク公チャールズ・ブランドンのフランス出兵に参加。兵士としての働きを認められ、サフォーク公によりナイトの爵位を授かりました。そしてなんと1532年にはヘンリー8世とアン・ブーリンの枯れ息にも同行したとされ、エリザベスとエドワードの洗礼式にも出席したとされています。その後も順調に出世を重ね、1547年にウォーウィック伯爵位を、そして1551年にはノーザンバーランド公爵位を授かりました。1549年、相次いだ反乱の結果、護国教であったサマセット公を押しのけ、実質的な政権のトップに立ったジョン。通説では、野心に満ちた悪役として描かれることの多いジョンですが、実は反逆者の汚名を晴らすことに病的なほどこだわった悲哀の中間管理職でもあったのです。
現代まで伝わるジョン・ダドリー悪役化のきっかけとなったのが、サマセット公エドワード・シーモアの処刑でした。1549年に起こった相次ぐ反乱の対処を誤り、五穀卿を解任されたサマセット公。しかしその後、サマセット公とジョンは和解し、1550年6月には、ジョンの長男、ライル卿とサマセット公の長女、アンが結婚。ジョンはサマセット公の寛容政策を改め、罰則の強化や財政縮小を進めましたが、常に彼に敬意を払い、情報を共有していました。そもそも、ジョンとサマセット公は、スタートから全く異なります。サマセット公は、王の叔父であり、イングランドでも最高位の貴族でしたが、ジョンは反逆者の息子からスタートした成り上がり貴族です。ジョンが政権をリードしていくためには、サマセット公を含む周囲からの信任が何より重要だったのです。ところが、再び権力を取り戻したいサマセット公は、1551年春、クーデターを計画。残念ながら、あえなく失敗し、結局、処刑されることとなってしまいます。ジョンが陛下切り下げや財政縮小を行った背景には、急速に進むデフレと増え続ける借金問題がありました。そして、こうした問題が深刻化した原因は、サマセット公の見当違いな政策にあったのです。しかし、国民は冷血な野心家、ジョン・ダドリーが権力を独り占めするためにサマセット公を処刑したのだと信じ込みました。こうして反逆者の汚名を振り払おうと必死に働くジョン・ダドリーは、今度は黒い公爵の名を背負うことになってしまったのです。1553年2月6日、姉、メアリーがエドワードを訪問。エドワードは再び体調を崩し、病床にありました。この時、ロンドンの城壁の外まで100人を超える貴族たちが出迎え、ウェストミンスター宮殿の前では、ジョンをはじめ枢密院議員たちが出迎えるなど、まるで女王の待遇であったと記録されています。そして、ヘンリーに諸子とされて以来使用を禁止されていた王女としての紋章を回復。少なくともこの時点ではメアリーは次期女王としてエドワードに次ぐ好待遇を受けていたことがわかります。3月、エドワードは回復の兆しを見せ、2時間にも及ぶ議会の閉会式に出席。4月には外出を許可され、公園を散歩したり、グリニッチ宮殿を訪れるなどしています。そして、おそらくこの頃、ジェーン・グレーとギルフォード・ダドリーの婚約が成立したと考えられます。5月、ジェーンとギルフォードが結婚。同時に、ジェーンの妹、キャサリンとペンブローク伯の息子、ヘンリー・ハーバートの結婚も成立します。この頃には、エドワードの体調が再び悪化し、新たに着任したフランス大使、ノアイユが面会を断られています。5月28日、王室医師団からエドワードの命は秋まで持たないだろうと宣告されます。そして6月12日、高等判事たちと王室弁護士たちがエドワードの寝室へ招集され、メアリーやエリザベスを継承から外す王位継承順位変更構想の法制化準備が言い渡されたのです。通説では、ジョン・ダドリーが病床のエドワードを説得し、王位継承順位の変更を了承させた、と長く信じられてきました。しかし、本当にそうでしょうか。エドワードが書いた自筆の構想は、実は2種類存在しています。第一版が書かれた日付は、はっきりとしないものの、おそらくエドワードが自身の死を予感する前であったという見方が有力です。というのも、第一版の内容は、エドワードが長生きしない限り、成立し得ないものだからです。
私自身に子がなかった場合は、王位はレディ・フランセス・グレイの息子へ。彼女に息子がない場合は、レディ・ジェーンの息子へ。次はレディ・キャサリンの息子へ。次はレディ・メアリーの息子へ。レディ・フランセスの家系に息子がなければ、今度はレディ・マーガレット・クリフォードの息子へ。このいずれにも息子が生まれなければ、それぞれの娘の息子へと継承する。この時点では、ジェーン・グレイは継承者ではなかったのです。エドワードの男子継承に対する異常なまでのこだわりは、父、ヘンリー譲りだったのでしょうか。6月12日に判事や弁護士たちに提示された構想は第2版であったと分かっていることから、第1版は遅くとも5月までに書かれたことになります。しかし、5月の時点でジェーンとキャサリンは結婚したばかり。2人が子供を産むまでにはどれだけ早くても1年はかかるでしょう。さらに、その子供が王権を担えるまでに成長するには、さらに長い年月がかかることは言うまでもありません。このことから、エドワードが第一版を想起したのは、彼の病状が本格的に悪化する前だったのではないか、と考えられるのです。そして、この第一版の内容は、ジョン・ダドリーには全く利益がありません。なぜなら、同時期に結婚した姉妹のうち、どちらが息子を産むかなど分かりようがないからです。仮に、妹のキャサリンが息子を産めば、権力の座は、キャサリンの夫の家系である、ペンブローク伯爵家が握ることになるでしょう。もし、ジョンが第一版をエドワードに書かせたのであれば、キャサリンとペンブローク伯爵家のような上位貴族の結婚を容認した可能性は低いのではないでしょうか。第一版において、後継者となるかもしれない息子の母親として登場しただけのジェーン。そんな彼女は、なぜ後継者として指名されることになってしまったのでしょうか。第一版に利益を見出せなかったジョン・ダドリーが、病床のエドワードに変更を迫ったのでしょうか。実は第2版が書かれた日付も正確には分かっていないものの、5月28日の医師団による余命宣告から6月12日の弁護士団召集の間に書かれたと考えられています。もはやジェーンやキャサリンが子供を産むまでの時間的猶予はないことが明らかとなり、構想の一部が変更されたのです。私自身に子がなかった場合は、王位はレディ・フランセス・グレイの息子へ。彼女に息子がない場合は、レディ・ジェーン、あるいは彼女の息子へ。以降は第一版と同様の文章が続き、ジェーンはあくまで中継ぎ的な指名に過ぎず、その後はやはり男子継承へと戻っていくのです。この書き換えは一体誰の発案だったのでしょうか。その答えを 100% 断言することはできないものの、エドワード自らが指揮を執り、この変更を含めた最終版を弁護士団に書かせたことは記録からも明らかです。もう一つ重要な事実は、弁護士団が当初この構想に反対し、エドワードが激怒したという記録です。エドワード6世は第1版と第2版を直筆で書き残し、そこには彼自身の手で多くの修正や注釈が加えられています。そして自ら弁護士団を招集し、ベッドの上から法制化を強く命令したのです。そう、王位継承順位の変更は15歳の少年王エドワード6世本人の構想だったのです。通説では、幼い頃から病弱で、サマセット公やジョン・ダドリーなど、大人たちに操られただけの少年王と信じられてきたエドワード6世。しかし、同時代の記録からは、こうしたイメージとは全く異なるエドワード6世の姿が浮かび上がってきます。そもそも、16世紀イングランドの王族における15歳と、現代の15歳では全く異なります。当時の15歳といえば、十分に分別を持った大人に準ずる立場と考えられていました。実際、
彼の父であるヘンリー8世も、祖父であるヘンリー7世も、17歳から申請を開始しています。1553年は、エドワードが16歳を迎える年であり、独り立ちに向けた準備が進められていたと考えられます。実際、すでに12歳の頃には、自ら国王史上制約の言い回し変更を主導。13歳の頃に書いた通貨改革計画についての覚書は、現代の歴史家からも、彼が政府が抱えていた問題を正確に捉えていた証拠だ、と絶賛されているほどです。さらに、14歳になる頃には、姉、メアリーに対し、自らプロテスタントへの改宗を迫るなど、彼の自主性が年を追うごとに増していったことがわかります。病弱で大人たちの言いなりになるしかなかったか弱い少年王など存在しなかったのです。1553年の王位継承順位変更構想。王位簒奪を狙うジョン・ダドリーの陰謀ではなく、少年王エドワード自らの構想だったとしたら、彼はなぜ姉であるはずのメアリーとエリザベスを外し、グレイ家への継承に踏み切ったのでしょうか。エドワード6世は非常に急進的なプロテスタント信者であったと言われています。メアリーに対し自ら改宗要請をしていることからも、宗教的な懸念があった可能性は高いと考えられます。しかし、それならなぜプロテスタントのエリザベスまでも継承から外したのでしょうか。その最大の理由は、メアリーにもエリザベスにもエドワードの考える正当性がなかったことです。メアリーの母、キャサリン・オブ・アラゴンもエリザベスの母、アン・ブーリンもヘンリー8世との結婚は無効とされ、2人とも婚外子、つまり諸子扱いとなっていました。そしてエドワードは、そもそも諸子である2人に継承権はないと考えていたのです。王位継承順位変更構想最終版の冒頭では、我が父の娘であるメアリー、そしてその父の2番目の娘であるエリザベスは、両名とも母親の結婚が明確に、そして法的に無効とされていることから非嫡出子である。したがって両名とも正当な相続人として王位を主張することはできないと明確に記載されています。そして続けて、一方グレイ家の姉妹とレディ・マーガレット・クリフォードはこの王国にて生を受け、我が父につながる正当な血筋であるとし、彼らの正当性を主張しつつ、さりげなくスコットランド生まれのメアリー・スチュアートの継承権を退けているところも注目に値します。王位継承順位の変更がエドワード自身のアイデアならば、ジョン・ダドリーの役割とは一体何だったのでしょうか。ジョン・ダドリーはヘンリー8世時代から軍人として功績を上げ、1534年には養父の後を継いで武器庫管理長に、1536年の恩寵の巡礼鎮圧時にも活躍し、ヘンリーの4人目の妻アン・オブ・クリーブスの主目神を務めるなど、軍事畑から成り上がった優秀な実務家でした。妻ジェーンとの夫婦仲は良く、子供たちとの関係も良好だったとされ、息子の妻たちを家族として受け入れるなど、良くも悪くも普通の夫、普通の父親でした。しかし、どれほど出世しても、父が反逆罪の汚名を着せられ、処刑された事実を克服することはできなかったようです。王からの不況を買うことを極端に恐れていたようで、時にそれが優柔不断な態度として現れることもありました。1545年、ヘンリー8世自らが指揮に立ったフランス・ブーローニュ包囲戦では、補給ルートの確認という自身の権限で判断可能なことまで王の裁可を仰ごうとしたほどです。実力で信頼を勝ち取るしかない彼は、精神的にも追い詰められていたのか、どうやら心気症を患っていたのではないかという説が唱えられています。実際、かなり頻繁に体調を崩していたことが記録されており、1549年、
サマセット公の処刑前後にも寝込んでいたことが分かっています。1552年10月頃にも1ヶ月ほどベッドを離れられず、その間ずっと治療と薬の話を繰り返し、もう治る気がしないといった弱音までこぼしていたほどです。しかし、それほど頻繁に病欠を繰り返しても、誰も彼のポストを横取りしようとした形跡はなく、むしろノーザンバーランド公が出てきてくれなければ困るといった手紙が残されています。これは彼が恐怖によって人々を従わせていたのではなく、政権運営に欠かせない実務やとして信頼されていたことを伺わせます。こうしたことから、ジョン・ダドリーは現代で考えられているような野心家の悪人というより、上司に気に入られようと必死に仕事をしすぎて精神疾患まで患った板挟みの中間管理職だったのかもしれません。そして彼のこうした忠誠心は当然エドワードにも向けられました。ジョンは陛下を借金から救うを最優先事項とし、専門家チームを結成して経済対策に当たったのです。その結果、1553年時点でイングランドの貨幣価値は安定を取り戻しつつありました。そんな彼がエドワード直筆の王位継承順位変更構想を突きつけられ、法制化を命令されたのです。ジョンがエドワードへの忠誠心を示すためにできることは一つ。全力で構想の実現に取り組むことしかありません。こうしてジョンは構想の法制化に向け動き出す一方、外交的な障害を取り除くべく対応に追われることになりました。ジョンにはハプスブルク家と縁続きのメアリーを継承から外せば国際問題に発展しかねないことは分かっていたでしょう。そこで彼はフランス大使ノアイユに接近し、継承順位変更に関して、もしカール5世が介入しようとすれば、フランスはイングランドを支援するとの約束を取り付けたのです。こうしてエドワード自らが筆を取った王位継承順位変更構想は、弁護士たちの手により王の勅許状として法的に有効な書類へとまとめ上げられました。エドワードは自分の死後に決定が覆されることを恐れ、必ず勅許状を実行するという誓約書にサインだけでなく、それぞれの紋章を押印させました。我々ここに名を連ねた者たちは、この誓約書に辞書押印することをもって勅許状のすべての項目を誤りなく確実に実行することを誓約する。もし我々のうちの誰か、あるいは他の何者かがこの誓いを違えるようなことがあれば、我々は一人残らず全員がそのものを王国の平和と統一を乱すものとして捉え、最も厳しい処罰を与える。誓約書には16名の枢密院メンバーが名を連ね、その中にはジョンをはじめ、後にエリザベス1世の首席顧問官となるウィリアム・セシルの名もありました。そして6月21日、王の勅許状はエドワードの署名が入った状態で枢密院へと提出され、枢密院メンバーはもちろん、ロンドン市長や市議会議員など100名以上のサインを得て承認されたのです。これだけ多くの支持を得た背景には、ヘンリー8世の遺言における王位継承の理屈に法的な穴があったことが大きく関係していると考えられます。ヘンリーは、諸子は本来王位は告げないが、王が指名すればその限りではないという彼らしい自分勝手な理屈で、メアリーとエリザベスの継承権を回復させました。しかし、王が後継者を指名できるのであれば、エドワードにも同じことができるはずなのです。つまり、エドワードは父ヘンリーに倣い自分で継承者を指名したのです。そして100名以上が勅許状にサインしたという事実は、多くの貴族、政治家、法律家たちがエドワードの考えを支持した証拠に他ならないでしょう。
1553年7月6日、エドワード6世、崩御。その頃、ジェーン・グレイは新婚の夫、ギルフォードとダーハムハウスにいたとされています。7月9日、ジェーンは突如枢密院へ呼び出されます。そして、ジョン・ダドリー、妹の義父であるペンブローク伯、アルンデル伯など、名だたる貴族たちに迎えられ、エドワードの死により、自らが女王となったことを知らされたのです。ジェーンが、私は女王ではありません、なりたくもありません、と言って拒否したというのは、有名な話です。しかし、父、ヘンリー・グレイや、夫、ギルフォードからも、これがエドワード様のご意思です、と説得され、結局、王位を受け入れるしかなかったのです。7月10日、エドワードの勅許状が公表され、ジェーンが女王であると宣言されます。ジェーンはギルフォードや両親と共に船でロンドン島へ入城。正式な戴冠式を経て、イングランド初の女王として即位するはずでした。しかし、彼女の王位は戴冠式を待たず、わずか9日間という短期間で終わりを告げることになるのです。9日間の女王事件は500年近くにわたり、権力欲に取りつかれたジョン・ダドリーが王位を我が物にしようと計画した王位簒奪事件であるとされてきました。しかし、近年の研究はこの事件の全く違った可能性に光を当てることになりました。病弱な操り人形のはずだった少年王は、健康で意志の強い狂信的なプロテスタントであり、1553年初頭の時点で彼の早すぎる死を予感していた者はいなかったのです。野心まみれの極悪人であったはずのジョン・ダドリーは、父の死により背負った反逆者の汚名を注ぐため、王からの不況を買うことを極端に恐れ、精神疾患まで患っていたかもしれない16世紀の社畜でした。9日間の女王事件は、一人の野心家が起こした王位簒奪事件などではなく、自我に目覚めた少年王の遺言を周囲の大人たちが必死に実現しようとした結果の出来事だったのかもしれません。しかし、その結果として何も知らない一人の少女の命が犠牲になったことは紛れもない事実です。100名以上の有力者が賛同した結果であったはずのジェーンの政権は、なぜたった9日で崩壊することになったのでしょうか。そして、ストレスで胃を痛めていたかもしれない中間管理職、ジョン・ダドリーは、なぜ全てを背負わされることになってしまったのでしょうか。このチャンネルでは、最新の研究や専門書に基づき、歴史の裏側に隠された真実に迫ります。動画が気に入ったら、いいねやチャンネル登録していただけると嬉しいです。